皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。先週末は雨降りだったため外での作業ができずにベランダの様子を見に行くとこんなに花芽が上がっていました。皆さんはこの花芽どうしますか？私は実生や種取りをしないためこの花芽はすべてカットしてしまいます。花芽をカットしてもまた花芽が出てくる場合もあるんですが、夏の暑さを乗り切るためにここは花をカットして体力温存です。それでは花芽をカットしていきます。カットといっても手を使い花芽をポキッと折れば簡単に花芽を摘むことができます。ハサミを使うと消毒しないといけないので、これはとっても楽な方法です。そしてドリームローズ、これは B タイプ。花は黄色い花でした。花がついている茎に大きめの葉がついていたので、この葉を取り葉差ししておきます。芽が出るかどうかはわかりませんが、試してみる価値はありですよ。少し前にご紹介したジュールの葉差しの苗も花芽の茎から葉を取り葉差ししたものになります。そしてこの花なんですが、土に挿しても一輪挿しに生けても最後まで可愛く咲いてくれるんです。お次の多肉はオウンスローです。これも花芽がついていますが、まだ花は咲いていませんね。このオウンスローも葉差しを育てていたんですが、どこに行ってしまったか行方不明です。今年お迎えした新入りの多肉のトレイですが、春に購入したばかりのシャネルにもたくさん花芽がついていますね。このシャネルの花はどのような花が咲くか気になるので、このまま花が咲くのを待とうと思います。その奥のブラックアイズにはすでに花が咲いていました。エケベリアはこのベル型の花が特徴ですね。ラブウェーブにも花が咲いています。ピントが合いづらかったので手のひらに乗せての撮影。ついでにブラックアイズの花も撮っておきました。動画の初めに花芽を摘んでいたマディバハイブリッドですが、他の株にもたくさん花芽がついていました。このベランダの多肉には3月末に水やりをしていますが、水やり後に一気に花芽が伸びてきた感じですね。そして朝晩の寒さでまだまだ多肉の紅葉も冷めていません。今年は4月に入り最低気温の方がなかなか上がらず、10度前後を行ったり来たり、畑に植える予定の苗もなかなか大きくなっていないのが少し残念です。この桃太郎は花盛り、もったいないんですがこれもカットしてしまいます。隣の黄色い花はエボニーの花かと思ったら、なんとその隣のフリリンゼアナの花でした。鮮やかな黄色のベル型の花はとても可愛いですね。本当はこのままにしておきたいんですけど、目の前に咲いているこの花はエンジェルスフィンガーの花です。形は同じベル型ですが、こちらはとても地味な色合いでしたね。ここで発見してしまいました。このエボニーの花はピンクと黄色のグラデーションになっています。まだつぼみで花は開ききっていませんでしたが、これも茎をカットしてしまいます。多肉を育てていると新しい発見があり、とても勉強になります。このアイスハートプリンセスも隣のエボニーと同じような花でしたね。こんなに葉も違う形をしているのに
同じような花が咲くのはとても不思議です。機会があれば私も未生に挑戦してみたいんですが、なかなか時間が取れず諦めています。イザベルにも長い花芽が伸びています。まだ花は咲いていませんが、これもカットしておきます。茎が簡単に折れない場合は、指先で軽くねじり折ると簡単に取ることができます。この黄色い花はピンクチップスの花です。鮮やかな黄色がとても綺麗ですね。このラズアがどんな花かというと、こんな地味な花でした。ちょっと意外ですよね。それかすでに咲き終わりなのでこんな感じなのかな。奥ではレゲリアが花を咲かせていますが、なぜか一輪だけ。これなら無理に花を咲かせなくてもいいのにって思っていると、このコルテスも花が2つしかついていませんが、花芽が2本目なのでそのせいかもしれません。鈴なりに花を咲かせているのはドン・キホーテ。このドン・キホーテもピンクと黄色の花でしたね。今回はこうして伸びた花芽を摘んでいますが、花芽を摘んでもまた新たな花芽が出てくる、そんな多肉がほとんどなんですけどね。春はこの一生懸命伸びてこようとする花芽との戦いになります。そしてこの花芽は決して無理に引っ張って抜こうとしないでくださいね。この多肉の花芽を無理に抜いたりすると、そこから病気になったり、いろいろトラブルが出てくる可能性があるんです。必ず花芽はカットして茎が完全に枯れてから引き抜くようにしてくださいね。それとこれからの時期は特に水やり後の管理も要注意です。葉と葉の間に水が溜まっていると、花芽の茎の部分から樹れてきたりする多肉もあり、注意が必要です。水やり後にロゼットの上に水滴がついていたり、葉と葉の間に水が溜まっている場合は、鉢を軽く揺らして振り落とすか、ブロワーなどで水滴を吹き飛ばすのもおすすめです。今回は伸びた花芽のカットだけをしていますが、これから多肉植物にとっては蒸れが気になる季節です。枯れ葉がついている場合には、その枯れ葉は取り除いてあげてくださいね。このローラもそろそろ植え替えしなくちゃです。花芽もピンクと黄色の淡い色合いでとても可愛いんですが、カットします。このパンで水をやりすぎると蒸れやすいので注意が必要です。そして私のお気に入りの花はこの三類の花。ちょっと変わった花が咲くので今年はカットせずにそのまま残しています。エリザベスの花芽は2本カットしていますが、もう2本また新たに花芽が出てきています。はい、ということで4月のベランダ多肉は花盛り。今日はこの花芽をカットしていきました。いかがだったでしょうか。昨日は夏のような暑さの地域もあったようですが、我が家の地方では最高気温も23度とそこまで気温が上がらず、今年の夏は暑いのか涼しいのかとても気になります。そして今週はもう雨も降らないみたいなので、とりあえず週末はベランダのビニールを外して新たに遮光をしたいと思っています。最後にこの摘んだ花芽ですが、
このまま捨ててしまうのはもったいないですよね。こうして束にして生けておくのをおすすめします。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。